4カ国語話者がこっそり教える、今からでも遅くない、最短で話せるようになる語学学習方法。こんにちは。リアの日本語ポッドキャストへようこそ。東京生まれ東京育ちの私が標準語でお伝えします。はい、今日は語学の学習方法、特にスピーキング、最短で話せるようになるにはどうしたらいいのっていう話をしていきたいと思います。皆さん、早速ですが質問です。皆さんが勉強している言語で簡単な自己紹介はできますか？初心者の方でも簡単な自己紹介はできるって方が多いと思います。中級だったら自己紹介は自信がある方もきっと多いですよね。自己紹介、それってどうやってできるようになりましたか？簡単に言っちゃうと、最短で話せるようになるには、自己紹介ができるようになった方法を他の会話にも応用していく。それだけです。初級から中級ぐらいになっていくと、自己紹介は流暢にできる。でもそれ以外は全然話せない、あるいはすごくたどたどしくなるっていう現象が起こることが多いようです。それは自己紹介は初級の頃から何度も練習してきているので、慣れてるからですよね。語学は壮大な慣れです。繰り返し慣れることで身についてきます。基本的には赤ちゃんが母国語を話せるようになったように、言語にいろいろな方法で慣れていくっていうのが語学学習、スピーキングの上達の鍵になるんですよね。最短で話せるようになる語学学習方法は、先ほどお伝えしたように、自己紹介ができるようになった方法を他の会話にも応用していく。なので、特別な勉強方法はないとも言えるんですけど、それでもやっぱりどんなやり方があるのって気になる方に具体的な方法をお話ししていきたいと思います。でも、まず超初心者の方は、初級向けの参考書は一冊読んでみてください。一般的に売れてるやつとか、普通に売ってる参考書だったら何でもいいと思います。ただ、分厚い本とかではなくって、すぐに終わりそうな薄い本がおすすめです。途中で挫折しにくい本を選びましょう。その参考書を一旦読んでみて、勉強する言語の大枠の文法などに触れておきます。基本例文などを見たり、知っておくっていうのが大切なんですよね。もちろん 100% 完璧にしようって思わなくて全然大丈夫です。どっちにしろ完璧なんて普通は無理なんで、まずは一回読んで、気になるところがあれば何回か読んでみて、言語学習のお守りのように持っておくといいでしょう。次にいよいよスピーキングの学習方法ですが、まずステップ1、話したいことを書いて翻訳します。日記のようなものでいいので、だいたい1分ぐらいの自分だけのスクリプトを書いてみましょう。最近では AI が翻訳も本当に自然にしてくれることが多いので、次のステップに行くのにそのままそのスクリプトを使ってもいいし、気になるならハロートークとかのアプリやオンラインレッスンなどで先生に添削してもらうといいと思います。先生にその内容を録音してもらうと、自分が話したいことのお手本としてリスニングの練習にもなるからいいですよね。ではステップ2、話したいことを書いた内容を例えば毎日練習して覚えます。このポッドキャストを聞いてくださっている方は日本語を勉強している方が多いと思うので、日本語を勉強している、例えば英語ネイティブの皆さんとして例えると、英語を見て日本語が出るように、どんなやり方でもいいので1週間かけて覚えます。そしてステップ3、覚えた内容を発表してフィードバックをもらいます。ハロートークとかのアプリでもいいし、ネイティブの先生でもいいので、発音や間違えた部分などを直してもらうといいと思います。ちなみに語学学習の初期に発音を学ぶのは大切だと思ってます。でもこれも 100% 完璧にしようって思わなくて大丈夫で、最初から発音を何も気にせずに勉強を進めると悪い癖がついてしまう可能性があるので、それを避けるっていう意味で発音のフィードバックももらうといいということです。はい。このようにステップ1で書いて、ステップ2で覚えて、ステップ3で発表してフィードバックをもらう。この流れで話したいことのネタ、スクリプトを最低でも30個は作ります。30個覚えたぐらいで自由に話せるようにはならないと思うんですけれども、それが会話の基礎になります。
自分が話したいことなので実践に使える内容にもなります。ここでは初級レベル、中級レベル、上級レベルとか、そのレベルは関係ありません。ただ30個書いて覚えていく過程で全てが新しい内容になってくると覚えるのもすごく大変だし、何回か同じ文法を使える表現を使って復習しながらやっていくっていうのがいいと思います。ここまでいったら次の段階に入ります。というのは30個のネタは暗記していることになるので、そのまま話したりすることはなかなか難しく、いきなり応用していくっていうのも思ったより難しいです。30個の中で出てきた繰り返しの表現は身についていきますけど、それをいきなり話すってなると暗記と実際の会話は別なんだなって思うはずです。なので次の段階では30個のネタを使って自分で質問と回答を作って回答を練習し、それで例えば授業で先生に質問してもらうようにします。あるいは慣れてきたら先生に30個のネタのうちの一つを話して、それに関する質問を自由にしてもらって答えていくのもいいでしょう。とにかく暗記した30個の中の会話であれば、質問されたら答えることっていうのは最低でもできるようになっていきます。皆さん簡単な自己紹介ができる方は、自己紹介で用意した内容であれば質問されれば何とか答えることができるでしょう。それと同じです。この過程で繰り返しの表現や話すことの基礎ができてくるんです。なので30個と言わず、これはしばらく続けていくことに価値があります。100個200個作って増やしていくと、新しい表現も学びながら繰り返し出てくる表現が身についていって、次第に簡単な会話ができるようになって、質問と回答っていったパターンの会話から今度はもっと自由な会話ができるような段階に移っていきます。自由な話ができるようになってきたらどう流暢さを磨いていくかについてはまた違う動画で解説したいと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。スピーキングは慣れるまで難しいんで、練習方法はできるだけシンプル単純に自己紹介ができるようになった方法を他の会話にも応用していくというような形で説明しました。できるだけわかりやすく説明したつもりですが、わからないことなどあればコメント欄にご質問ください。ではこの動画が役に立ったと思ったら高評価、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではリアの日本語ポッドキャスト、今回はこの辺で。最後まで聞いてくれてありがとうございます。また次のポッドキャストでお会いしましょう。またね。バイバイ。